こんにちは、内藤歯科です。今回は口臭のお話パート2、口臭ケア用品と唾液についてお話ししていきたいと思います。今回はガムやタブレット、マウスウォッシュは口臭に効果があるのか、そしておすすめは？ガムの効果が数時間持つ裏技とは？花粉症の薬で口臭がする？ストレスを受けると口臭は強くなる？匂いのする唾液って出るの？こんな流れで説明していきたいと思います。では、早速参りましょう。1、口臭ケアのガム、タブレット、マウスウォッシュは口臭にどの程度効果があるのでしょうか？答え、5分から10分程度ですが、効果はあります。現在、ドラッグストアやコンビニなど、身近に口臭ケアのガムやタブレット、マウスウォッシュなどが販売されており、すぐに手に入ります。食後の口臭ケアとして定番になりつつあり、これからお客様に会うときなど必須のアイテムですよね。歯科医院でも患者さんからどの商品がおすすめですかとよく質問を受けます。結論から申し上げれば、ガム、タブレット、マウスウォッシュ、どれも大体同じ効果だということです。その効果はお口の中より出してから大体10分以内と思ってください。口臭の比較的強い方は5分くらいの場合もあります。10分くらい経過したらいつものあなたの元通りの口臭がしてくると思ってください。ガムやタブレット、マウスウォッシュの中でおすすめを強いてあげるなら、当院ではガムがおすすめです。キシリトールガムなんていいですね。理由はどこでも手に入りますし、携帯もしやすい、安い、そして後で説明する効果が長持ちする裏技も使えます。ガム、タブレット、マウスウォッシュなどは口臭を減らしたり消しているわけではありません。口臭を減らしたり消すことができる薬剤は現在のところ存在しないのです。それらに含まれるミントの味を代表とした香りが口臭を隠しているだけなのです。唾液は絶えずお口の中に湧き出ていて胃の中に流れていきます。ミントの香りも唾液とともに流されていき、時間とともにその濃度が薄くなっていきます。一方、口臭の原因である悪臭物質はお口の中の細菌が絶えず作り出しているものです。悪臭物質も唾液によって洗い流されますが、どんどん発生しているので、一定の口臭がキープされ続けます。悪臭物質については、当院の口臭動画パート1をご覧ください。すると、10分程度でミントの香りは悪臭物質の存在を隠しきれなくなるわけです。これからお客様に会う口臭が気になるあなた、ガムやタブレット、マウスウォッシュで口臭を隠す作戦は、せいぜい10分が限度だと覚えてください。また、最近ではネットで値段が高い口臭ケアのタブレットが売られていますが、100円のガムと効果はあまり変わらないと思ってください。2、秘策、ミントの香りが何時間も長持ちする方法。ガムやタブレット、マウスウォッシュで口臭を隠すのは10分では短すぎると、それでは困ってしまうというあなたへ、当院流の裏技をお教えしましょう。この裏技は当院に通院しているある患者さんからヒントをいただき、改良を加えた方法です。営業職のある患者さんからお客さんと会うときにここにガムを貼り付けておくと爽やかな息が長持ちするという話を聞いたとき、なるほどと思いました。確かにこの方法なら1時間でも2時間でもミントの香りが長続きします。味の刺激で唾液も結構出ると考えられます。お客様の前でガムを噛むこともないので、相手に不快感も与えません。キシリトールのガムであれば、お口の中に数時間入れておいても虫歯にもなりませんし、コンビニなどどこでも手に入ります。そしてそのガムをここではなく、唾液の出口のここの歯の横
に貼り付けるのはいかがでしょうか。左右はどちらでも構いません。量的には1個の半分程度が邪魔にならず外れにくくて良いかと思います。ここは唾液が湧き出る場所ですので、お口の中にミントの香りが広がりやすいと思います。ここからでも唾液は湧き出るのですが、この場所ですと相手に見えてしまうかもしれませんし、話しづらいかもしれませんし、ベロで触れてしまうと外れやすいかもしれません。その点、上のここなら外れることも少ないと思われます。キシリトールガムなら虫歯の心配もいりません。お客様と話す機会の多い口臭でお悩みの方、一度試してみてはいかがでしょうか。しかし、この方法はあくまでも歯ブラシの時間が取れない場合の対処法です。口臭を減らすにはあくまでも歯ブラシが一番だということを覚えておいてください。3、唾液が少なくなると口臭がきつくなるって本当？本当です。唾液はお口の中の細菌に対し抗菌作用があります。唾液は1日 1.5 リットル湧き出てくるのが普通なのですが、このおかげでお口の中の細菌が増えすぎないようにコントロールされています。しかし、唾液の湧き出てくる量が減ると細菌が増えやすくなり、口臭が強くなります。唾液が出にくくなる理由は、年を取るとか、こういった病気ですね。そして最近多いのが花粉症の薬で、抗ヒスタミン薬という薬を飲んでいる人、唾液の量が落ちてしまうんですね。そして口臭が強くなる傾向があります。しかし、口臭がするからといって勝手に中止しないでくださいね。お医者さんに相談しましょう。4、ストレスを感じると口臭が強くなるって本当？本当です。あなたは緊張したとき、お口の中は乾きませんか？唾液を作る唾液腺という臓器は自律神経によって唾液の分泌をコントロールされています。自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があります。ネバネバした唾液を少量作る指令を出すのは交感神経で、サラサラした唾液を大量に作る指令を出すのは副交感神経です。ストレスで緊張すると交感神経が刺激されるので、お口の中がネバネバして乾きます。すると口臭が強くなるということになるわけです。口臭が不安な方は自分の口臭を気にして人と会うと緊張からストレスを感じてしまい、さらに口臭が強くなるという悪循環となります。ですから口臭は気にしすぎてもいけませんし、気にしなさすぎてもいけません。難しいところですね。5、匂いの強い唾液が出る気がするのですが、そんなことってありますか？この答えはノーです。唾液は唾液腺で作られますが、作られた唾液はほぼ無味無臭です。よって、匂いがする唾液が湧き出てくるという感覚は誤解です。では、なぜ唾は匂いがあるのかということですが、無臭の唾液がお口の中に湧き出したとき、お口の中の悪臭物質と混じることになりますので、唾を吐き出せば匂いがするというわけです。口臭の原因はあくまでも細菌が作る悪臭物質です。唾液そのものは悪くありません。それでは今日はここまで。次回は口臭のパート3、口臭の測定、口臭の減らし方を解説します。いよいよ口臭を減らすアイテムのご紹介となります。これを使えばお口の中がさっぱり軽くなります。ご期待ください。Have a nice day! また次の動画でお会いしましょう。ご意見、ご感想、ご質問はコメント欄にお願いします。